ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、スタートレック、スターフリートアカデミーの審査爆破事件、いわゆるレビュー爆撃騒動と、長寿シリーズが直面している存続の危機の話題についてよ。現在、この出来事は、伝統的なシリーズの作り手と、その観客の間で続いている文化戦争の最新の火種となっていて、今では、長年のスタートレック関係者さえも、公に意見を述べ始めているという、かなり深刻な状況になっているの。今日は、スターフリートアカデミーの評価をめぐって何が起きているのか、そして、ストリーミング時代における巨大フランチャイズの限界と制作陣とファンの断絶について、徹底的に解説していくよ。スタートレックって、あの耳の尖ったおじさんが出てくる、宇宙を旅する、有名な SF ドラマやろ？もう60年近く続いとる超ご長寿シリーズやん。最新作が出たっていうのに、なんで、そんな大揉めしとると？そこが今回のポイントだよ。最新作である、スタートレック、スターフリートアカデミーは、控えめに言っても、かなり不安定な展開を見せているの。そして、今、番組の内容そのものよりも、ファンの強烈な反発が、シリーズ全体に、どんな結果をもたらすか、ということに重点を置いた、新たな物語が広まり始めているんだよ。ファンが怒りすぎて、番組の中身より、そっちがニュースになっとるってことやね。どんだけ荒れとるん。フランチャイズ関係者の中には、継続的な否定的なフィードバックや、いわゆるレビュー爆撃によって、スタートレックが再び長期の休止状態に陥ったり、ストリーミング時代における存続自体が脅かされたりする可能性があると警告する人も出てきているの。レビュー爆撃というのは、作品の内容を純粋に評価するのではなく、何らかの不満や抗議の意思を示すために、ネット上のレビューサイトで意図的に最低評価を大量に投稿する組織的な行為のことだよ。なるほどね。でもさ、それって厄介な疑問が浮かんでこん？もし、このシリーズの今の方向性が観客の心に全然響いてないんやとしたら、無理に作り続けんで、しばらく離れることは本当にそんなに悪いことなん？休止期間こそが、スタートレックが方向性を再調整して、60年近くも愛され続けた理由を再発見するために必要なんやない？葵、すごく鋭い指摘だよ。まさに、その休止期間は本当に悪なのか？という疑問が今回の論争の大きなテーマの一つになっているの。事の発端として、スタートレックのベテランアーティストであるクリストファー・カッシュマン氏が、観客の否定的な反応がシリーズの将来に長期的な影響を及ぼす可能性があると公に示唆したことで、この論争は一気に激化したんだよ。そのカッシュマンさんって人は具体的になんて言いよると？カッシュマン氏によると、今、スターフリートアカデミーに起きているのは、自然な反発ではなく、組織的なレビュー攻撃だと主張しているの。そして、もし、この状態が続けば、将来の番組の存続が危うくなり、シリーズが長期の休止状態に陥る可能性もあると警告しているんだよ。彼は、アカデミー賞への否定的な批評攻撃により、スタートレック、ピカードから派生する予定だったレガシーのような番組の可能性は終わりを告げ、スタートレックは10年から15年の休止状態に陥る可能性が高い、とまで語ったの。10年から15年も？それは、ファンからしたら脅迫みたいに聞こえるばい。お前らが文句言うけん、新作作らんごとなるぞ、って言われとるようなもんやん。本当にその通りなの。これは非常に深刻な主張で、ファンの批判を作品を良くするためのフィードバックではなく、作品を壊す妨害行為として捉えていることを意味しているよ。でも、多くの視聴者にとって、この非難は完全に的外れだっただけでなく、すでに燃え上がっていた議論の火に油を注ぐ結果となってしまったの。そりゃ、そうやろ。面白くないもんを面白くないって言っただけでテロリスト扱いされたら誰だって切れるばい。ネットのファンの人たちはなんて言いよると？ネットユーザーからの反応はこんな感じだよ。俺たちは長年のファンだ。作品を愛しているからこそ、設定やキャラクターの扱いがおかしい時は批判する。それを組織的な攻撃と片付けるのは逃げだ。作り手が面白いものを作れない責任を視聴者に押し付けるな。ロッテントマトの視聴者スコアが低いのは単にドラマとしてつまらないからだ。陰謀論にするな。こんな質の低いものを連発されるくらいなら10年休んでくれた方がブランドのためになると、こんな風に作り手の姿勢に対する厳しい声が殺到しているの。やっぱりね。ファンの愛を舐めたらいかんばい。そもそも、なんでそんなに評価が荒れとると？専門家の評価はどうなん？そこがまた面白いというか、闇が深いところなの。スターフリートアカデミーのレビュー爆破論争の中心にあるのは、今やおなじみとなった視聴率分裂。つまり批評家と一般視聴者の評価の真っ二つな割れ方だよ。
実は、批評家は、おおむね、このシリーズを高く評価していて、専門家によるレビューは、高い評価を得ているの。でも、観客の熱狂ははるかに低くて、批評家と視聴者の受け止め方の間に、信じられないくらい、大きな隔たりが生じているんだよ。批評家は絶賛しとるのに、一般の視聴者は、ボロクソに言いよるってこと？よくあるやつやん。それって、ただ単に、批評家と一般人の感覚がずれとるだけやないの？まさに、そこが、議論の的になっているの。番組を擁護する人たちは、この評価の大きな格差こそが、組織的な否定的態度、つまり、アンチによるレビュー爆撃の証拠だと指摘しているよ。一方で、批判派は、反対の主張を展開しているの。彼らは、格差は、必ずしも、操作を意味するわけではなく、単に、作品のトーンや、創造性の断絶を反映しているだけかもしれない、と反論しているんだよ。批評家が褒めとる件って、視聴者全員が面白いと思うわけやないけんね。なんか、作り手側が自分たちは高尚なものを作ったのに、愚かな大衆には理解できないんだ、で見下しとるように感じる場合。実は、このパターン、決して新しいものではないの。近年、複数の巨大フランチャイズ作品で、同様の批評家と観客の乖離が見られているんだよ。多くの場合、それは、作品のトーン、ストーリーテリングの優先順位、あるいは、ターゲット層の変動と重なっているの。例えば、昔からのファンが見たいものと、スタジオが新しく獲得したい若年層向けに作ったものとで、ミスマッチが起きているということだよ。なるほどね。でもさ、もし、本当に、一部のアンチがネットで騒いで、低い点数をつけとるだけやったら、実際の視聴回数自体は、多いはずやん。数字を見れば、一部のアンチの仕業か、本当にみんながつまらんと思って離れとるのか、一発でわかるっちゃない？その通りなの。もし、否定的なレビューが純粋に組織的なキャンペーンの結果であるならば、ネット上の視聴者スコアは人為的に低下する一方で、実際の番組の視聴者数は依然として高いはずだ、というのが一般的な見方だよ。でも、初期のパフォーマンス指標は、さらなる疑問を提起しているの。ここで、アメリカの視聴率調査会社であるニールセンのデータを見てみようか。数字は嘘をつかんばい。どうなっとるの？ニールセンのスターフリーとアカデミーデビュー集の視聴率やストリーミング追跡データ、そしてサードパーティーの分析によると、番組のデビュー後、視聴の勢いは明らかに鈍化しているようなの。スタートレックという巨大なブランド認知度があり、さらに複数エピソードを同時に配信するという強力なローンチ戦略を取ったにもかかわらず、このシリーズは通常これほどの主要フランチャイズ作品に期待されるような継続的なランキング獲得に苦戦しているんだよ。なんや、やっぱりシンプルに見られとらんってことやん。アンチが騒いどるだけやなくて、普通の視聴者も途中で飽きて見るのをやめとるってことやろ？そう解釈できるデータなの。現代のストリーミング時代では、単に再生ボタンを押した回数だけじゃなくて、視聴完了率、視聴時間、登録者維持率といったソフトなエンゲージメント指標が視聴者数と同じくらい重要になっているの。そうした実際の視聴データが振るわないという事実を単なるアンチの嵐行為として片付けることは難しくなっているんだよ。作り手は現実逃避しとる場合やないね。作品の質そのものを見直さんといかん時期に来とるって言葉い。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。頼むばい。チャンネル登録してくれんと、葵が博多から文句言いに行くけんね。葵、怖がらせちゃダメだよ。さて、話を戻すよ。今回のレビュー爆撃騒動のスコアを超えて、議論は現代のフランチャイズ経営に対するより広範な批評へと広がっているの。広範な批評？どういうこと？今、各映画会社やプラットフォームは、ストリーミング戦争と呼ばれる激しい競争のプレッシャーにさらされているの。スタジオは、サブスクリプションの会員数を増やすために、コンテンツのパイプラインを加速させ、既存の IP、知的財産、つまり有名な過去のシリーズに大きく依存してきたんだよ。ああ、どこの配信サイト開いても、昔の有名映画のスピンオフとか、前日談とか、続編ばっかりやもんね。そうなの。その結果、複数のブランドにまたがる新作が次々とリリースされるようになったんだけど、そのスピード重視の制作のせいで、作品に対する期待感やクリエイティブな洗練さが犠牲になるケースも少なくないの。そこで問題になっているのが、フランチャイズ疲れという現象だよ。これは、業界でますます一般的な懸念事項になってきているの。フランチャイズ疲れ。わかる気がする。毎日ステーキ出されたら、いくら美味しくても飽きるもんね。観客がコンテンツの供給過多で飽和状態になると作品に対する熱意は薄れてしまうの。
新作が出ても、イベントとしてのステータスは失われ、かつては特別だったものが、もはや当たり前のもの、あるいはただの作業のように感じられるようになってしまうんだよ。この観点から見ると、今回のスターフリートアカデミーに対する冷淡な反応は、スタートレックへの特定の敵意というよりも、マクロレベルでのブランド疲れを反映しているのかもしれないの。なるほどね。視聴者も、また、スタートレックの新作か、もうお腹いっぱいばいってなっとるんやね。でもさ、それをコントロールするのが、プロデューサーとかの偉い人たちの仕事やないと？誰が責任者なん？この論争は、フランチャイズのリーダーシップ、特にエグゼクティブプロデューサーであるアレックス・カーツマン氏による、現代のスタートレックのテレビ時代の管理にも焦点を当てているの。カーツマン氏は、長年にわたり、スタートレックを複数のストリーミングシリーズに展開する戦略を監督してきた人物だよ。そのカーツマンさんが、ステーキを毎日出し続けた張本人ってわけやね。そうとも言えるよ。彼の戦略は、スタートレックの制作量を劇的に増加させた一方で、長年のファンの間で意見が真っ二つに分かれるようなクリエイティブな変化ももたらしたの。批評家たちは、同じリーダーシップの下で、複数のプロジェクトが同じように観客から受け入れられないという問題に直面した場合、その責任は視聴者に負わされるべきではないと強く主張しているの。そりゃ、そうばい。料理人がまずい飯を作って客が残したら、客の舌がおかしいって文句言うようなもんやん。責任転嫁も甚だしいわ。結局のところ、ファンは脚本を承認したり、ストーリー展開を計画したり、作品のトーンの方向性を決めたりする権限は持っていないの。彼らは、ただ、提供されるものに反応しているだけなんだよ。それなのに、スターフリートアカデミーのレビュー爆破をめぐる議論の中で、最も物議を醸しているのは、個人的な評価に関わらず、ファンは、ブランドを存続させるために、フランチャイズ作品を支持すべきだ、というスタジオ側からの暗黙の期待なの。は？面白かろうが面白くなかろうが、ファンなら黙ってみろってこと？それは傲慢すぎるばい。多くの視聴者にとって、その枠組みは、もはや、愛するコミュニティというより、単なる義務や集金システムのように感じられてしまっているの。観客は、歴史的に自分の心に共感する者には、好意を抱き、共感しない者には、関心を失ってしまう生き物だよ。この、面白いものは見る、つまらないものは見ない、というシンプルなフィードバックループは、ネットの視聴者スコア集計ツールが登場する、ずっと以前から、数十年にわたって、エンターテインメントの歴史を形作ってきた、基本原則なの。当たり前の話やね。それを、組織的なアンチのせいだ、って言って、数字だけをよく見せようとしても意味ないやん。その通りだよ。批評家たちも受信指標を人為的に高めることは短期的には見た目を保護するかもしれないけれど、作品が抱える根本的な創造的懸念には一切対処していないと主張しているの。点数だけ高くても中身が伴っていなければ視聴者は必ず離れていくからね。じゃあ、もしこのままスターフリートアカデミーがこけたらスタートレックはどうなると？カッシュマンさんが言ったみたいに本当に10年以上も消えてしまうん？スターフリートアカデミーが最終的に期待通りの成果を上げなかった場合、スタートレックというシリーズへの長期的な影響は不確実なままとなるよ。でもね、葵が最初に言っていたように、休止期間はしばしば壊滅的な出来事としてネガティブに捉えられがちだけど、歴史的に見ると主要フランチャイズ作品が自分たちを見つめ直し、再調整する絶好の機会となってきたのも事実なの。ほら、やっぱり休んだ方がええんやん。ずっと走り続けたら息切れするばい。休止期間は観客の期待感を再構築し、クリエイティブな方向性をリセットし、ブランドの威信を回復させる力を持っているんだよ。実際、オリジナルのスタートレック自体も過去に放送打ち切りから長い休止期間を経て映画版や新スタートレック TNG として奇跡の復活を遂げた歴史があるの。だから、休止が必ずしもシリーズの死を意味するわけではないことを歴史が証明しているんだよ。昔のスタートレックも一回死にかけて、そこから蘇ったんやね。だったら、今の瞑想しとる状態を無理やり続けるより、一回深呼吸した方が絶対ファンも喜ぶと思うばい。本質的に、今回のスターフリートアカデミーのレビュー爆撃をめぐる議論は、一つの番組の評価だけに関するものではないの。それは、巨大スタジオが観客からの厳しい批評をどのように解釈し、受け止めるかという、エンターテインメント業界全体の姿勢を問うものになっているんだよ。アンチのせいにするのか、自分たちの力不足を認めるのか、ってことやね。その通りだよ。否定的な反応は、本当に一部のアンチによる組織的な悪意ある行為の証拠なのか。それとも、
作品に失望した観客の真の感情を反映したものなのか。スタジオにとって組織的なキャンペーンを非難するのは自分たちの創作上の失敗に正面から立ち向かうよりもはるかに簡単なことかもしれないの。でも、その逃げの姿勢はフランチャイズとそれを何十年も支えてきた大切なファン層との間の溝を決定的に深めてしまうリスクがあるんだよ。ファンを敵に回して商売が成り立つわけないけんね。見放されたら終わりばい。なぜなら観客が自分の意見を聞いてもらえず、ただの数字として無視されていると感じれば、その影響はロッテントマトのスコアが一つ下がるなんてレベルをはるかに超えるものになるからだよ。ファンの心は完全に離れてしまうの。そして、サブスクリプションが乱立し、視聴者の忠誠心がもはや保証されていない、この現代においては、その、作り手とファンの断絶は、いわゆるレビュー爆撃キャンペーンなんかよりも、ブランドにとって比較にならないほど、はるかに、大きな損害をもたらす可能性があるんだよ。作り手は、小手先の言い訳ばっかりせんで、真摯に、作品とファンに向き合わんといかんね。スタートレックみたいな偉大な作品やからこそ、プライドを持って作ってほしいばい。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。